イスラエル史上最悪の環境汚染が発生しました。石油の流出事故によっておよそ70トンのタールがイスラエルの沿岸部に漂着し、政府は懸命の除去作業を行っています。イスラエル近くの地中海で発生した大規模な石油の流出事故によって、イスラエルの海岸 190km のうち、およそ 160km が被害に見舞われています。イスラエル政府はギリシャ船籍の石油タンカー、ミネルバヘレン号が石油の流出元である疑いが強いと見ていますが、同社は事故への関与を否定しています。イスラエル当局は衛星写真などをもとに2月4日から11日までの間に海岸から 50km ほどの海域を航行していた10隻の船舶を対象に調査を実施中です。今回の事故によりウミガメをはじめとする多くの動物の死骸が発見されました。体長およそ17メートルのナガスクジラの死骸も海岸に打ち上げられました。死んだナガスクジラの肺からは黒い液体が発見されており、今回の事故が生態系に与えている影響の深刻さが伺えます。絶滅危惧種のアオウミガメの衰弱した個体や死骸も相次いで発見されました。自然公園管理局は弱った亀にマヨネーズを食べさせ、タールを排出させる作業をしていると明らかにしました。そのような中、イスラエル当局は地中海側の海岸を閉鎖し、数千人のボランティアと兵士を動員して浄化作業を開始しました。政府の環境部門は声明を発表し、流出したタールや汚染された物質1200トンを回収し、汚染物質の処理施設や埋め立て地で安全に処理していると明らかにしています。保健省も2月24日、地中海産の魚介類の販売を禁止しました。保健省は、海岸に漂着したタールの量から地中海沿岸の環境汚染が深刻なものと予想されるため、今回の決定を下したと伝えました。政府は海岸の浄化に4500万シェケル、日本円でおよそ14億円の予算を配分し、今回の事故の責任者を探し出し、告発すると発表しています。以上、イスラエルニュースフォーカスでした。